こんにちは。今日はこちらのエアコンの分解レビュー依頼が来ました。これまで割と小さなガジェットの分解レビュー依頼はあったのですが、ここまで大きい白物家電の分解レビューは初ですね。分解していってこんな風になっているんだというのをこの動画で見ていただければと思います。今回分解するエアコンはこちらです。コンフィというブランドのエアコンです。聞いたことない人多いかと思うのですが、中国の美的集団という電気メーカーのブランドですね。コンフィについて Amazon で調べてみると、こんな感じでエアコンから洗濯機、冷蔵庫、電子レンジといった具合で、日本では白物家電を中心に展開してきています。画面に出ているように Amazon でエアコンを購入しました。っていうか Amazon でエアコンって買えるんですね。到着時はこんな感じです。室外機の梱包は外してしまったのですが、しっかりと梱包されています。製品ページや Amazon の販売ページを見てみると、性能で勝負するといった感じではなくて、スペック的にもコスト的にもちょうどいいを狙ってきているような、そんな印象の製品です。今回購入したエアコンは6畳サイズのものです。主に小さい部屋で使うかなといったサイズです。値段を見てみると、このクラスのエアコンでは最安値付近を張り付いている製品です。一見的な感想としてはコストパフォーマンスのコストの部分を下げることで高コスパ化している製品かと思いました。今回は分解レビュー動画なんですけども、分解するだけだともったいないので少し使ってみることにします。使うといっても性能を見ていくだけなので、こちらのベンチマーク台に設置します。というわけでまずはエアコンを取り付けていきます。組み立てている間に色々解説していきます。まずは基本スペックの紹介です。エアコンのラインナップは6畳、10畳、14畳の3モデルです。今回分解レビューしていくのは6畳モデルになります。電圧は全てのモデルで 100V です。コンフィの14畳モデルは 100V で効率が悪いので今回はレビュー対象から外しました。14畳のエアコンは 100V タイプと 200V タイプのものがありますが、設置可能な場合は必ず 200V のものを選ぶようにした方が良いです。100V 14畳のものはブレーカーに流せる電流が最大でも20Aです。なので大電力を使って冷暖房を効かせるということができません。200V のものと比べると冷暖房の能力は低くなります。特に暖房ですね。14畳 100V のものは真冬での温まり方が弱くなることがあります。今回分解する6畳モデルの冷暖房能力について見ていきます。この数字ですが他社が出している一般的なスタンダードタイプの6畳モデルと変わりありません。省エネ達成基準の APF なんですけども、これは 5.8 です。この数字が高いほど省エネエアコンということになります。5.8 という数字なんですが他社のスタンダードモデルと同じ水準です。ちなみにコンフィのこちらのエアコン、スタンダードタイプという扱いでハイスペックモデルは存在しません。他社のハイスペックモデルは APF が 6.7 から7以上であることが多いです。ここで一見が考えるエアコンの畳数の選び方を話します。あくまで一般的な広さの住宅に限った話ですが、100V の6畳用か 200V の14畳モデルを買っておけば失敗することは少ないはずです。ただ部屋の大きさや建物の断熱構造によっては変わるので、全ての建物、部屋に当てはまるものではないです。例えば吹き抜けのような大空間があるとか、断熱がしょぼいとか、そういった場合はこれよりも大きな畳数のものが必要になるかと思います。場合によっては100V か 200V の10畳用のものを選んでも大丈夫です。14畳より大きな畳数のエアコンもあるのですが、それをつけようとしている部屋は多分かなり大きな部屋かと思います。部屋の温度のムラなどが出てくるかと思うので、空気の対流や循環などを考えると、14畳モデルを2台設置検討しても良いかもしれないですね。販売店とかで買うと畳数の大きなモデルを勧めてくると思いますが、これは販売員の人が実際の建物や部屋を見ているわけではないので、適切なアドバイスが難しいというのもあります。またエアコンを買ったはいいけど部屋が冷えないというクレームに対する保険かと思います。ちょっと話がそれますが、コンフィのエアコンを作っている美的集団は中国では総合電機メーカーのような位置づけで、家電、空調、産業用ロボットや医療機器などいろいろやっています。ちなみに美的集団は家庭用ルームエアコンの世界シェアですとだいたい2位か3位ぐらいに入っている企業です。ドイツの産業用ロボットのクーカーを買収した会社と言われるとピンとくる人もいるかと思います。
ちなみに私はエアコンの設置はできるのですが、皆さんがネットで購入したエアコンを設置する場合は、暮らしのマーケットとかで設置業者を探すのがおすすめです。既存のエアコンの取り外しから新しいエアコンの設置まで含めると、だいたい2万円から2.5万円くらいでやってくれます。ただこのやり方は誰にでもおすすめできるものではなくて、業者の手配とかを自分でやるのが面倒だという人は量販店とかで工事付きでエアコンを買った方が良いです。量販店が派遣する設置業者でもいい業者はたくさんあるのですが、外れの業者を引いてしまう場合もあります。自分で有料な業者を選べないっていうのは家電量販店に設置を依頼するデメリットですね。というわけで組み上がりました。ここからは全体的な外観チェックやビルドのクオリティなどを見ていきます。こちらが実際に組み上がったものです。組み立てる時に溶接の具合とか色々見てきました。このあたりの冷媒管の溶接の具合なんかも重要かと思いますので写真を掲載します。プロが見ればどれくらいの品質かわかるかと思いますので、その道の方はぜひコメントをお願いします。エアコンの取り付けですが、今回は標準の取り付け工事に近い形でやりました。室内機は壁掛けで、室外機はベランダとか外に置くタイプですね。今回は一緒のところに置いてあるんですけども、実際には屋外に出るといった構成です。冷媒管の長さも標準取り付け工事に合わせて、今回は2メートルに設定しました。もうちょっと長いこともあるかと思います。エアコンの冷媒管の取り付けとか、あとはこういった壁掛けとかそういったのはですね、もう全く問題なくできたと思います。では早速ね、電源入れていきたいと思います。はい、つきましたね。このリモコンも結構いいですね。リモコンはこの価格帯の機種としてはちょっと豪華な仕様ですね。バックライト付きなので真っ暗な部屋でも確認できます。寝苦しい夜に起きてスマホで明かりをつけて温度設定みたいな手間はありません。温度設定は 0.5 度単位なので、これも結構いいポイントかと思います。次は室内機を見ていきます。こちらの高さ方向は 25cm で結構コンパクトです。こちらの壁から生えてくる方の出っ張り方向ですね。こちらも6畳用なんでコンパクトかなといったところですね。既存エアコンからの入れ替えであったり、窓の上にエアコンを設置する場合なんかは割とスムーズに入れ替えはできるかと思います。取り付け可能なスペースなんですけども、高さ方向は 32cm あれば取り付け可能です。ただ室内機の分解洗浄なんかをやることを考えると、もうちょっと余裕を持って設置したいですね。次は実際に問題なく使えるかを見ていきます。冷房でいきましょう。はい、つきました。で、全開にするために最低温度で16度に設定しました。いきなり動き始めましたね。室外機もファンが回転し始めて、多分コンプレッサーもね、これ今回ってると思います。なるほど。こんな感じでですね、室内機と室外機が同じところで動いてるっていうなかなかシュールな光景になっています。部屋の温度は下がらずにエアコンの消費電力分だけ温度上昇していくという風になっています。こんな感じでしっかりと冷えていますね。スイッチを入れると割とすぐ冷風が出てきました。なんだかすぐに涼しく感じますね。室外機からは熱風が出てきています。24度ですね。室内機の吹き出し口からは冷えた空気が出ています。温度は7度とかなので結構低いですね。次は動作時の騒音を測定していきます。まずは室内機からです。室外機は音が影響しないように一旦他の場所に移動しました。こちらの室内機がどれくらいの騒音を出すのかを見ていきます。取扱説明書を見てみると、室内機の風量は静か、微、弱、強、パワフルの5段階あります。それぞれどれくらい音が出るのか、あとは風量によって本体からカタカタ音がしないとか、あとはこのスイングの部分からですね、動作音、いわゆるカタカタ音とか共振音とかがしないかも見ていきます。エアコンが動作していない時のバックグラウンドノイズはだいたい 30dB 程度です。私がですね、こういう風に話すと 60dB とか 70dB とかになってきます。バックグラウンドノイズはほとんどないので割と静かな環境かと思います。音量の測定はいろいろあるかと思うんですが、実際人間の耳はですね、エアコンより低い位置にあるので、だいたいこの辺りに騒音計を置いて測定したいと思います。実際にエアコンを使う環境とは違いますので、この結果は参考程度にしておいてください。それでは始めます。風量設定が静かの場合の騒音は32から 33dB 程度でした。風量が静かの場合は、こういったですね、心地よい風が出ているかなといったところです。実際室内で動いている音を聞いてみると、耳を澄ませば動いていることがわかるかなといったレベルですね。寝るときなんかは静かでつけておくと、ほとんど気になる人はいないと思います。ちなみにカタカタ音であったり、共振音であったり、そういった音はしていません。
次の風量は微です。騒音計としてはだいたい 40dB 程度出ています。風量は先ほどの静かモードと比べると力強い風が出てきています。小さい部屋で使う場合はこのくらいの風量でも全然いいんじゃないかなと思いますね。実際どれくらいの騒音かというと、これが動いている部屋に入ったら何か空調が動いているなっていうのがわかるくらいの騒音レベルです。次は風量が弱の場合です。騒音レベルとしては44から 45dB くらいの間ですね。風はですね、もう弱で結構強くて、普段使う分には微とか静かモードがいいんじゃないかと思いますね。部屋に入った時そこそこ聞こえる音量ではありますね。人によっては気にならないかと思います。私もですね、このくらいで動かす場合はそこまで気にならないですね。次は風量を強に設定しました。風はかなり強く出ています。真夏日で暑い部屋を急速に冷やしたい時とか、こういったモードを使うかといいんじゃないかと思います。普段使いしているとですね、やっぱり音は気になるレベルですね。そして最後、風量パワフルですね。かなり頑張って動いている音がしています。騒音レベルは 53dB 程度ですね。風量としては文句ない量の風が出ています。かなり力強いですね。あとはこちらのルーバーをスイングにした時にカタカタ音や共振音が発生しないかも確認しました。一応全部の風量で確認したのですが、カタカタ音や共振音なんかは発生していません。これはですね、立て付けの状況であったりですね、工事の状況なんかによって変わるかと思いますが、このセットアップでは発生しませんでした。そのあたりの構造設計なんかも、うまいことやっているのではないかと思います。次は室外機からの騒音の測定です。騒音計は腰の位置で室外機から1メートル程度離しての測定です。騒音レベルとしてはだいたい 52dB 程度ですね。冷房で16度、風量はパワフルです。一般的な室外機の騒音レベルといって問題ないと思います。室外機はですね、ファンの音とコンプレッサーの音があるのですが、こちらは特にコンプレッサーからの騒音とかはしないですね。かなり静かな部類かと思います。暖房でも試しましたが、やはり同じ程度の騒音です。設計が良くないとファンが風を切る音であったり、あとはコンプレッサーが結構ウィーンって感じでうるさかったりするんですけど、これはそんなことないですね。住宅街とかだと隣の家の間に室外機を置くことがあるかと思うんですが、これですと常識的な音の範囲内に収まっているかと思います。この騒音についてエアコンのカタログ記載の運転音は音響パワーレベルです。これは音源が出すエネルギーを表したもので、測定環境の影響を受けずに音の大きさを表すことができます。今回騒音計で測定しているのは、騒音計が音源から少し離れた位置での音圧レベルです。測定の位置を近づけたり離したりすると音圧レベルも変わってしまいます。カタログに記載されている数値とは異なる点に注意が必要です。ちなみに家庭用ルームエアコンの騒音の記載については JIS C9612 や JIS C9815 に記載があります。最後、電源を切った後なんですけども、冷房を使っていた場合は内部乾燥運転に切り替わります。冷房を使った後はエアコン内部の熱交換器やファンが結露していることがあります。この状態で放置するとカビが発生します。カビの発生を防ぐために自動的に送風運転と暖房運転を使って内部を乾燥させてから電源を切るというものです。これは割と必須の機能かと思います。これはその機能がついています。ここからは分解の工程に入っていきます。まず最初は室内機です。掃除のしやすさとかを見ていきます。で、この蓋を取りますかね。感じで。はい。で、ここにホコリフィルターが見えますね。これは問題なく取れますね。普通の掃除です。このモデルはフィルターの自動掃除機能がついていないので、分解清掃がやりやすいです。だいたい1シーズンか2シーズンくらい使うと、中でちょっとカビが繁殖してきて匂いがみたいなことがあるので、私はですね、結構シンプルな掃除機能のついていないものを使うことが多いですね。ただですね、エアコンって上位モデルになると、だいたい自動掃除機能が標準でついてるんですね。なのでそういった部分は結構悩ましいですね。その下に熱交換器が見えます。金色ですね。これは熱交換器に水が馴染みやすいようコーティングをしていて、その色だそうです。冷房時の結露水が汚れと物質の間に入り込むことで汚れを浮かせて洗い流すという効果があるそうです。分解洗浄したいタイプなので、さらに分解していきます。ネジと上の爪を4つ外すだけなんで、取り外すのは簡単ですね。はい、取り外せます。じゃあ、ルーバーも外します。いいっすね。結構簡単っすね。
中に使っているこのファンもカビだらけになるので、これも簡単に外せるか見ていきます。取れましたね。ここを持ち上げて、よし、取れましたね。まず室内機の分解については簡単にできました。こちらのファンは本体左から引き抜くタイプになっているので、左側をですね、壁にしないように設置することをお勧めします。そうしないとこのファンを取り出すのが非常に大変になってしまうので、その点だけは注意ですね。この中身の構造なんかも結構簡単で非常に洗いやすいと思います。こちらのファンもブラシを使えば、ホコリ汚れ、カビ汚れは簡単に掃除できますね。ここからはエアコンの実質的な本体部分である室外機を分解していきます。そしてどのくらいのクオリティの部品で作られているのかとか、そういったものを見ていきます。室外機の性能としては、ここ最近だと極端な外気温でも運転ができるかどうかが重視されていますね。こちらのモデルは最大48度まで冷房運転が可能で、暖房運転については外気温マイナス15度まで可能となっています。ただ、使えるといっても極端な高温低温条件ではエアコンの能力は低下する点に注意です。本体をある程度分解してきました。まず外装を剥がしました。剥がした外装なんですけども、こういう風にスポンジであったり、ウレタンスポンジなんかが貼られています。こういったスポンジは振動を抑えるのはもちろんのこと、エアコンが動いている時、こういう風に本体が少し振動するんですね。振動で外装同士が接触すると金属のカタカタ音が鳴るので、それを防ぐ目的で付けられています。本体の部分にもスポンジは入っていますね。例えばこちらの部分にスポンジがかまされています。ただこちらのスポンジ結構加水分解しやすそうな素材でできていますね。設置した直後は問題ないかと思うのですが、それから数年経ってくると少しボロボロになってきそうな雰囲気がしますね。こういったところにもウレタンスポンジが入っています。中身の構成を見ていきますが、ここに冷却ファンがあります。ここに金属の箱があるのですが、これは電気回路の部分ですね。後で分解して確認します。そしてここ、緑色のフェルトの生地のようなものがありますが、この中に冷媒回路が隠れています。こちらの裏面の部分もですね、冷媒回路の一部で、これは凝縮器です。大まかにですけど、このような構成となっています。一つずつ詳しく見ていきます。まずはこちらの冷却ファンを見ていきます。逆ネジになっていますね。冷却ファンは羽が2枚のものとなっています。エアコンの機種によっては3枚羽のものもありますが、こちらは2枚羽のものを使っていました。こちらの羽の形状ですけども、よくある扇風機で見かけるような羽ではなくて、結構複雑な形状をしています。パッと見コウモリの羽みたいな、なんかそんな感じですよね。数値解析とか流体解析とかしていそうな構造をしています。一定の風量を保ったまま風を切る音であったり、騒音を少なくするように設計されているんでしょうね。で、ファンと一緒になっているのがこちらのファンを回すためのモーターです。ブラシレスモーターが使われています。30W 1000回転です。ブラシレスモーターといっても結局は3層モーターなので、ファンを可変速で回すためのモーターということですね。ファンモーターの製造メーカーはウェリングモーターなんですけども、これは美的集団のグループ会社です。このくらいのファンをしっかりと回して、で、かつですね、この裏面の凝縮器に大量の風を当てるには 30W ぐらい必要ということですね。次は冷媒回路の方を見ていきます。この中にですね、全部入っています。緑色の吸音材が使われていました。厚さは1センチぐらいです。コンプレッサーもなかなかうるさいので、こういったもので覆っているということでしょう。さらに中を見てみると、銅のパイプで全部繋がっているんですね。さらにこの部分、もう一段階何かで覆われています。こんな感じですね。はい。この部分がコンプレッサー、そして横にあるタンクの部分がありますが、これは毛のような断熱材ですかね。それと防音も兼ねてると思いますけども、そういった素材で覆われていました。コンプレッサーのモーターはどこにあるんだっていう話なんですけども、こちらの白い線が繋がっている中に入っています。全部封じ込められるような形になっています。コンプレッサーのメーカーは GMCC です。こちらも美的集団のグループ会社となっています。コンプレッサーを支えている土台の部分、足3本で支えているのですが、すべての足に振動吸収用のゴムが使われていました。結構考えられて作られていますね。ただ耐久性も結構重要ですからね。振動の多い部分で、しかも熱ストレスについてはかなり過酷ですからね。長期的にこういった部分がしっかりと働いてくれるかというのも重要です。
このようなファンモーターであったり、コンプレッサー、そしてコンプレッサーの中に使われているモーター、そういったキーパーツは自社内で完結しているようですね。室外機の背面についている凝縮機ですが、多分室内機についているものと同じものかと思います。色なんかも同じですね。エアコンの容量が大きいとこちらの凝縮機のサイズも変わってきます。これは今1枚の板なんですけども、もう少し容量の大きなエアコンだと凝縮機でですね、こういう風にグーってこちらの方まで伸びているものもあります。コンフィの 4kW14 畳のものもそうなっていると思います。こちらの銅パイプ部分のロー付けなんかも結構しっかりしていそうな見た目をしています。私はですね、その分野のプロではないんですけども、わかる方はぜひコメントお願いします。一箇所だけ気になる部分があって、ここ銅のパイプが裂けていますね。中までしっかりと溶接の材料は入っていると思うんですけども、やっぱり長期的な信頼性であったり、そういった部分を考えると、ちょっとこれは良くないですね。特に振動とか結構多い部分ですからね。そして最後、こちらの電気回路部分も見ていきます。こんな感じで昔のエアコンだと基板がむき出しの場合があるのですが、この辺りは最近のエアコンらしく板金で覆われる構造になっていました。こちらが回路です。見たところ結構しっかりと作られている印象ですね。先ほど取り外したケースの中に入っています。中の回路図もこちらに書いてあるんですけど、大体この通りですね。部品はこちらの面だけに実装されています。リード部品と表面実装部品両方使っていますね。裏はハンダ面です。入力回路のフィルターにインダクターが使われています。基板に乗り切らないサイズなので外部に取り付ける構造になっています。こちらのプリント基板は屋外で使うものなので防湿用のコーティングがされていました。部品面とハンダ面の両方にコーティングがされています。プリント基板は金属ケースの中に入ってはいたのですが密閉されているわけではないのでこのようになっています。ハンダ面の方をよく見てみます。大電流が流れる経路がこういったところにあるのですが、そこはハンダを盛ることで実効的な抵抗値を下げています。こういった電源関連の製品だとよく見られるテクニックですね。ここに焦げた跡がありますが、これは部品を取り外した時の影響ですね。こんな感じですでに取り外した部品があります。回路の大まかな配置を見ていきます。この辺りが入力部分のフィルター回路です。フィルムキャパシターやコモンモードチョークコイル、外付けのインダクターなどがあります。あと、電源の入力のところにリングコアタイプのインダクターも付けられていましたね。これは多分なんですけども、日本のノイズ規制の範囲内に収まるようにこういったものを取り付けているのかと思います。次にこちらのヒートシンクの下に隠れてしまっているのですが、整流回路とインテリジェントパワーモジュール IPM が隠れています。こちらにもヒートシンクのついているものがあるのですが、こちらはファンモーター用の IPM です。IPM の詳細については解説動画を作っているので、そちらをぜひ見てください。概要欄にリンクがあります。そして最後、右下が制御回路です。もうちょっと詳しく見ていきます。ヒートシンク取り外しました。この部分がちょうど整流回路なんですけども、倍電圧整流回路を使っているので、力率はあまり良くない回路ですね。電力系統にとっては優しくない回路です。もう少しサイズの大きいエアコンですと、力率を高くするための力率保証回路が入っています。この回路は電力が小さいのと、あと価格も安いので、そこまで強化するのは難しそうですね。販売価格が上がっても良いのなら、力率保証回路を入れることもできます。あとはどの国に向けたエアコンなのかにもよって整流回路の仕様は少し変わってくると思います。海外のコンセントに来ている電圧は基本的に交流 200V 程度なので、その前後で動くように回路を作ります。日本は低めの 100V なので、このような倍電圧整流回路を入れているのですね。海外仕様だと多分全波整流回路になってるんじゃないでしょうかね。整流回路の電解コンデンサーは2000マイクロファラドというそこそこ大きめのものが使われていました。インバーター用の85度品です。次はこちらの IPM インテリジェントパワーモジュールについて見ていきます。こんな感じでね、ヒートシンクがもともとついていたんですけども取り外しました。ファンモーター用の IPM のヒートシンクは小型で空気抵抗の対流の少ないケース内に設置されていました。電力はそこまで多くないのでこの程度で十分ということでしょうね。コンプレッサーは大電力大電流なのでそこそこ大きめのヒートシンクがついています。発熱も大きいからですね。またヒートシンクは凝縮機ファンからの風を積極的に当てて強制風冷するような構造となっています。裏面にですね、IPM のメーカーが書いてあります。フ
ファンモーター用 IPM は日立パワーデバイス、現在のミネベアパワーデバイス製で 600V3A の IGBT です。コンプレッサーモーター用 IPM は三菱電機の DIP-IPM-L が使われていました。これはスイッチとして IGBT を使っていて定格 600V15A のものです。ここら辺は日本メーカーのものが使われているんですね。今回は違うんですけども、上位モデルのエアコンですと、コンプレッサーモーター用 IPM は IGBT ではなくて SiC MOSFET を使うケースもありますね。ここで発生する損失が減ってエアコンの APF は高くなります。つまり省エネエアコンということです。そして最後は制御回路です。こちらのマイコン一つでファンモーター用インバーター、実際は IPM ですね。そしてコンプレッサーモーター用インバーターに使う2つのインバーターを制御しています。樹脂でコーティングされていて見にくいのですが、ルネサスの RX24T マイコンが使われていました。このように回路の半導体キーコンポーネントは全て日系メーカーのものが使われていて意外でした。もっとたくさん中国メーカーのものを使っていると予想していたので、こんな感じでですね、実際分解しないと見えてこないこともたくさんあります。というわけで今回はエアコンを実際に使って、そして分解してレビューしてきました。コンフィとかいう聞いたこともないメーカーで、しかもかなり安いので、これ大丈夫かって思っていたんですけれども、使ってみたり分解してみたりするとかなりしっかりとした製品だということが分かりました。あとやっぱり気になるのはエアコンの長期的な信頼性ですよね。こればっかりはこの動画だけではどうしようもないです。今後ですね、このエアコンは自宅に取り付ける予定なので、そちらで長期的な信頼性なんかも一緒に見ていこうと思います。一応ね、Twitter とかで報告していきます。壊れた報告がなければ、まだ動いてるよっていうことですね。ちなみにエアコンの保証については本体が1年、冷媒回路については5年と標準的な保証期間となっています。今回分解したエアコンの商品リンクは概要欄にありますので、気になる人はぜひ確認してみてください。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたら、ぜひコメントしてみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。